おはようございます。ひろちゃん農園のひろちゃんです。今日はトマトの種まきをしたいと思います。いつものように発芽処理をしまして、きれいに発芽しました。見える？きれいに発芽をしましたので、これをポットに直接巻いていきたいと思います。種類はミニトマトのチカと中玉トマトのフルチカです。昨年もこの両方は種まきをして育苗して実を取りましたが、昨年一生懸命継いだりして最初は良かったんですが、最後の方でちょっと他のことに気を取られてしまって、あまり手入れをしてなくて検証ができなかったですので、今年は落ち着いて検証をして皆様にご報告をさせていただきたいと思います。まず土作りですけども、いつものようにクンタンとボカシと入れて、それと今年はもうもみ殻入れんでもいいかなという気もしますが、畑植えるところを耕してみて様子を見てから決めたいと思います。それで元肥をあまり入れない、もうぼかしに入ってる魚粉骨粉油かすでそれで補って、あとはトマトの一番果に実が止まったことを確認をして、それから追肥をしていこうかなと思っています。一番果に実が止まらない時は後々の実が止まりが悪いということをお聞きしましたので、そのような栽培にしていこうかなと思っています。今年もフルチカとミニをちょっと継いで、その後ミニの根を使ってフルチカを育てるっていうやり方をもう1年やってみて、去年も悪くはなかったんですが、それの検証結果を皆さんに報告をさせていただいてなかったですので、いろんな反省点もありますので、今年はしっかり検証して皆さんにご報告ができるように頑張りたいと思っています。それでは準備に入ります。まずいつものように滝の種まきバイドを使います。そしてクンタン、クンタンを1割ぐらい、そしてバイドだけでも十分育つようにはなっていますけども、私のいつものこだわりで赤玉土の小粒を1割ぐらい入れて、これをちょっとお水で土を湿らして、それから種まきをしたいと思います。まず最初に全体を混ぜておきます。それ今日はお水？お湯？今日もお湯？30度ぐらいのお湯やけど、冷めると思う。混ぜよううちに。もうけどお湯水でも我慢ね。ただトマトの種をホットカーペットの上に置いて、暖かいところで目出ししてるので、急に冷たいところに巻くよりかはちょっと暖かいのがいいかなと思って、やってるうちに冷めてはくるけど、お水よりはマシと思います。この土を湿らすということはやっぱり大事なポイントかなと思います。せっかく芽が出ても土が湿ってなかった時に根が乾燥しますので、土を湿らすというのはポイントだと思います。上からかけただけでは湿ってない土は中まで浸透しにくいってことですか？しにくい。やっぱり外側のポットの周りに抜けて、何でも一緒なんですけど、楽な方へ行こうとするので、お水もポットの周りの方へ逃げていってしまいまして、中まで浸透しない。だか
から見た感じは湿ったように見えるけど中は湿ってないとそうそうそういうトラブルが起きるわけ。そうだからお水かけたのにどうして大きくならんろ、どうしてしおれるろっていうのがそういうところから出てくるんではないかと思います。肥料も最初からドンとあるよりもちょっと少なめでやると徒長になりにくいですので、そういう意味からも私はちょっとくんたんとか赤玉土を混ぜています。それでは種まきバイドのに肥料がちょっと多い木という、はい、多くはない、ちょうどにはしてると思うけど、それよりもうちょっと少納したい。それをあえて私は少なめにしています。はい、まずポットに土を入れます。その時にやはりいつものように腐葉土をパワーアップしていますので、これをポットの底に入れて、もう苗が肥料が欲しくなった頃に腐葉土に届くと思いますので、まあそれほど極端に入れるわけじゃないので効果がぐんと出るということではないですが、微々たるものですけども、これも鉢底に入れたいと思います。ポットに土を入れていきます。まず腐葉土を入れて、それから土を入れて軽く上を慣らしてという感じで入れます。種まきバイドの中にピートモスも入っていますが、今お水を入れて水分を与えましたけど、こういうピートモスの塊には水分が全然いってませんので、こういうのがね、本当はこう細かく砕いてお水を入れたのがいいけど、まあ微々たるもんやきそんなに神経質にならなくてもいいかなという気はします。もう2年ぐらい、2年にならんけど YouTube やってきて、ちょっとずつ俺勉強してきゅうやけど、トマトは、トマトに限らずそうやけど、アモなる作物っていうかを、よりアモする側は、生育期間を長にとったら、結局普通にまあどう言ったらいいかな、温度が高うて生育していったら、30日で実が熟すもんを、工夫をして、40日かけたり、まあ、50日かけてやったら、糖がたまる期間が長いき、アモなるがじゃないかと思うがよ。それはどうやろうね。リン酸が効いてくると売れるのも早いと思うがよ、実の入りが。だからそういうやり方をするということはあんまりリン酸効かさん方がええかなという気もするけど、まあそこはほんでじわじわ売れらすのは。でもリン酸が効くことによって甘みも糖度も出るんよ。だからトマトラやったらよ、まあ例えば収穫の直前というか近くなってきた最後の方で、リン酸を効かして、ちょっと型を締めるじゃないけど、して普段の生育はどんどん大きくならんように。だから例えばハウスラーでも、ハウスでトマト作る人らは、冬場に作るやん、冬場って本当はトマト作れる時期じゃないやん、露地では、けど冬場やったらハウスの中コントロールできるけど温度、ヒーターかけんかったら、温度下がるやん、下がったら結局発育が悪いき、けど日光は浴びるき光合成はずっとしゅうわけやき、生育期間が長うすることができるかじゃないかなという気がする。調整はしやすいわね。そう、それが甘さの、甘いものを作るポイントなのかなと。それは私も分からんけど、それやったらちょっとやってみる、検証。ほんで露地でそれをどうやってやったら、検証も難しいな。どうやってやったらその長うなるかっていうのが難しいとこやと思うがよ。まあ言うたら光合成はしたいけど、光合成をするけど、長うするってどうしたらいいかやろうと思って、もうハウスやったらまあ簡単にそれができるやろうけど、温度管理ができんき。でもやっぱり技術がいると思う、そこまでやるってなったらかなりの。であとは果実をつけちゅう量をちょっと制限してよね。それは確かに
制限すると実の数は少ないけどその実に行く栄養が多くなるので、糖が増える可能性があるわねと思だからそれは効果があるわかなと思うわよ、でメロンとかは、大きいマスクメロンらはもう確実にそれをしゅうと思うわよ、だから一つの木に1個しかつけんとかいうがスイカとかもメロンとかそういうがやりゆき、それはよけつけたら糖とか上がらんきそうやってやるやと思うわよ、まあ生産者はそれはよけつけてよけ打った方が儲かるかったらそうするやん、けど糖度が高くなかったらそれは美味しくなかったら売れんきね。そう商品価値が下がるやん。下がる。だからそれはトマトも一緒長やけど、まあ、一個いうわけにはいかんき、一房というか一節か一房ほんで一節に節々でついてくるやん。そうそう。だから節々の量、数を制限するということね。そうそう玉の数を。そうしたらちょっとでも糖度上がろうかなという、それは糖度も上がるし玉も大きくなるとちょっと。ああそうやね、栄養がそっち行くきね。そうそう。同じミニでも若干大きめのミニが取れたりとかね、フルチが中玉やけどだいぶ中玉にしては大きいなっていうのが取れるかもしれんね、まあそれも栄養次第やけどね、まあいろんな面でちょっと今年はトマトを研究してみたいと。難しい。トマトは本当に難しい。取るのは簡単やけど美味しいのを作るのはね。トマトってやってみて思うだかわよ、結構茂るやん、株と株の間は、もっと上げた方がいいかなって気はする、それは確かに思う。風通しもようなるし、病気もき抜くし実も太るし、そうあと自分らが人間が管理してもしやすい。そう手入れするのにやりやすいやん、詰まっちゃったらいっぱいになってもうわけわからんなるの、見ても嫌になるしね。そうもう今年はハウス建てんつくやる？どうする？ミニの場合は、屋根なくてもいけると思うがよ、まあ、ただカラスとかタヌキがおるやん。それをどうしようかなと。屋根はなくてもいいけど上からカラスが狙うのと、もう確実タヌキが赤く売れて美味しくなったら喜んでくるきよね。それこそハウスかけないかんのかね。ハウスはいらんと思うけど、まあ建てた方が囲いはしやすい。でも大玉トマトも植えたいき、今日はミニとほら中玉やけど、大玉も今年は一畝やってみたい。今のところその大玉をどれにするかを考える途中やき、どういう品種の方が美味しくていいトマトが取れる、作りやすいのがまず大事やろ、そういうところを今ちょっと調べようきいかんけど、まあ大玉も一畝やってみたいなと思うがね、だから大玉には屋根がいると思う、大玉は結構コントロール難しいき、まあ屋根つけても温度が上がらんようにせなあかんね。そう温度上がったらさっき言ったみたいな、去年みたいにガバーッと周りを囲んでしもったらもう中が蒸し風呂やき、もう屋根だけがかかってる、直接トマトに当たらんぐらいのやり方でもいいかなと。そうやね。それかポリを薄いポリにする、もう厚いビニールじゃなくて、っていうことは考えてます。まあ今年はちょっと余裕を持った作り方をせんともうバタバタ人生の始まりをすると、そうやね、目いっぱいになってしもっても、垂れもつきよね、ちょっとまあ西の開拓地がもうあそこのいろいろせないかんことがなくなってきたき、そうやね、ちょっとは余裕があるのか。まだ北の通路のセメントが終わってないけど、もうそこは焦らず、ぼちぼちやりながら、まあ石がいっぱいになったからでも我慢き、まあ石がまだ全然ね集まらんき、石拾いもしながら、あそこが終わったら石拾いもうやめようと思う。今日石出るやん。出た時はもうどこかに積んでおく。拾うは拾うやろ。まあ、気になるほどの大きな石だったら拾うけど、もう少々は気にせんように。大判小判はもうちょっと目をつぶる。それは無理やろ。ダメかね。ダメというか性格的に無理やろ。無理。やっぱ気になるよね。そうだね。まあなんとかなるろ。まあトマトをちょっと今年は重点的にやってみようと思う。それはね。トマトはって言うけど、メロンも重点的にやるし、そうやん。そう重点的がようけできるき。けどちょっと管理というかコントロールせなあかんね。まあそういうことで、はい。まあなんとかなるでしょう。はい。それではちょっと上からお水をかけていきます。
もうほんの10度ぐらいの10度もうちょっとあるかな15度ぐらいのぬるま湯です。たっぷりかけます。それではこれに種まきをしていきたいと思います。まずこれが地下を巻いていきます。酒田に大玉のレイカっていうのがあるっていう、それが美味しいという話を聞いたけど、どうやろうかね。ちょっと調べてみろうか。それ作ったことはないが。ない。トマトも桃太郎大玉は作りよったけど、トマト大玉も難しくて、切れた。舞い込んじゃった。残念。大玉はどう難しいか。なんか知らんけど病気になる。病気というか上に伸びにくい。苗が一番皮止まる。ほなずんぐりむっくりの苗になってしもうて。1メーターも立ち上がらんということ。そう。それは低いね。そうながよ。難しいなと思って。なんでやろうね。やり方悪いと思う。どこかが悪いけどその悪いとこがわからない。これは出ちゅう。これはまだ出てないけど巻いちょこうか。16個目1個いかんなったき16。はい、これで地下。ここは地下です。よっくらセット。これ巻いてないきの今日か。それでのけちょかんと教会でんでんいう話になるき。のけちょく教会がこれね。次はフル地下。はい、以上終わりました。これを育苗箱の方に入れていきたいと思いますが、まずお茄子をこちらへ寄せて、お茄子がちょっと見て綺麗に芽が出た。最初の芽が出かけちゃったのがこれ、ここも出ようしね。こちらは芽が出てない分がかなりあったんで、もう混合になってるけど、もう順番に出てるので、もうそのうち出ると思います。ここに一つトマトを入れます。このようにして中ぐらいへ置きます。お茄子もきれいに出ました。こちらもだいぶ出た。ほら、ここもここ出よし、もう出よしね。ここ余った木2本ずつ植えちゅうけど、上等です。ハウスの中は今何度かな、22度。はい、これね、これで発芽を待ちたいと思います。発芽が揃ってしまったら全部がもうあれなんていうかね、このサーモンを切ります。サーモンじゃないで。サーモン鮭かサーモンを切りますので、あとはもう日中の温度とトンネルにかぶせた中の温度で生育を促していきたいと思っています。はい、
最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。いいねボタンもお願いします。どうもありがとうございました。ニコうまいことナスもトマトも苗が丈夫な苗ができたらいいね。はい、はい、ありがとうございました。ニコ肥料も最初からドンとあるよりもちょっと少なめでやると徒長になりにくいですので、まあ今年はちょっと余裕を持った作り方をせん。種もつきよね、あそこが終わったら石拾いもうやめようと思う。まあ、気になるほどの大きな石だったら拾うけど、もう少々は気にせんように。大判小判はもうちょっと目をつぶる。それは無理やろ。20日が揃ってしまったら全部がもうあれなんていうかね、このサーモンを切ります。